これぞ本当の放置プレイ。夫は寝たきりの義母を私に押し付けて、自分は不倫相手と海外旅行に行ってしまった。今まで信じていたのに何たることか。夫の裏切りに自然と涙がこぼれる。さらに私は都合の良い家政婦としか見られていないということも発覚し、狂気じみた怒りさえ覚えた。これまで献身的に支えてきたのに許せない。もう心の中はぐちゃぐちゃだ。こんな結婚生活なんか一刻も早くやめにして、夫を奈落の底に突き落とすことを心に誓ったのである。私は佐伯千春、29歳。会社事務員で夫の良介とは3年前に結婚した。現在も仕事は続けており、家事との両立は大変だ。しかし会社では頼りにされているし、やりがいも感じているので、辛くても頑張ろうと思っている。夫とは飲み会の席で知り合い、それから2人で頻繁に会うようになった。その後、2年間の交際期間を経て、向こうからプロポーズしてきたのだ。はじめのうち、結婚生活は本当に幸せで、平日は会社帰りに待ち合わせをし、2人で買い物をしたり、飲み屋に行ったりもした。また、互いに仕事が休みの日には、夫は私のやりたいことを優先してくれたのだ。千春の好きそうなパン屋さんがオープンしてたから、今度の週末行ってみない？夫はいつも私のことを気遣ってくれた。だから私は、本当にこの人と結婚してよかった。と、胸の中で噛みしめて、この先ずっと彼と寄り添いながら生きていこうと心に誓った。また、いつだったか夫に私のどこが良いのか尋ねてみたことがある。すると少し照れくさそうに考えてから、俺がしっかりしてないからさ、千春みたいな落ち着いた女性を奥さんに欲しいと思ってたんだよね。無邪気に笑いながら答えてくれた。私はというと、こんな夫の少し子供っぽいところも大好きだったのだ。しかし、今の彼からでは想像できないほど、幼少期に寂しい思いを強いられてきたそうだ。というのも、夫は父親を早くに亡くし、義母は女手一つで彼を育てるため、必死になって働いたそうだ。だから夫はいつも一人きり。まだ小学生なのにもかかわらず、夕ご飯を自分で作らなければならない時もあったと言っていた。しかし一方で、義母の頑張りにより会社は急成長。功績を称えられ、昨年義母はなんと社長に就任した。その知らせを聞いたとき、女性でもトップに立つことができるんだ。仕事を頑張る原動力となったのである。しかし、夫にとって義母の活躍はマイナスに働いてしまったようだ。これまで彼は勤務態度も真面目で普通に仕事をしていた。しかし、義母が社長になってからは、義母のお金を当てにして夫はダラダラするようになったのだ。しまいに会社をサボりがちになり、出社しても真面目に仕事をしなくなってしまったため、言及されてしまった。もちろん私も黙っていたわけではなく、態度を改めるよう夫に再三注意したのだ。ところが、母さんは社長なんだから、いざとなったら援助してもらえばいいさ。それにいつかは俺に莫大な遺産が転がり込んでくる。だから働かなくていいんだよ。全く聞く耳を持たない。挙句の果てに知らないうちに借金を作り、自分で返済できなくて、私が代わりに立て替えたこともある。また、いつぞやは、会社の同僚が結婚して祝儀が必要だから3万円くれない？それらしい理由をつけて、
私から金を巻き上げていく。こんなのもしょっちゅうだ。結果、今のマンションの家賃が払えなくなり、今月末までに退去しなくてはならないことになってしまった。あなたがもっときちんとしてくれなければどこにも住めないわ。お願いだから真面目に仕事して。このままでは本当に路頭に迷ってしまうと感じた私はいつもより強い口調で訴えた。けれども夫は私が真剣にお願いしているのにもかかわらず携帯ばかり操作している。そして自分で何とかしようとは一切思わず、母さんがどうにかしてくれるでしょう。どこかへ遊びに行ってしまった。すると次の日、夫は義母と同居することを提案してきたのだ。こうすればバカみたいに汗水垂らして働かなくて済むってわけ。いい考えだろう。あまりにも軽率な考えにあっけに取られた。だいたい働き盛りの大人が二人して義母に頼るのもどうかと思う。けれども収入のあてもなく、夫が急に真面目に働くとは思えない。それに退去の日も迫っていたので、私は夫の案に応じることにしたのである。それから数日後、義母の家を訪れ、私と夫は事情を説明し、どうにか一緒に住まわせてくれないものだろうかとお願いした。義母は夫のだらしない生活態度には怒っていたものの、私にこれ以上迷惑をかけられないと、ありがたいことに一緒に住むことに同意してくれたのだ。うちの息子が世話をかけるね。仕事の上では組織を束ねる長として義母は凛としていた。しかし、プライベートでは物腰が柔らかく、私にも優しく接してくれる。だから義母と一緒に住むことに対して私は密かに好意的に捉えていた。なので義母との同居はことのほか居心地がよく、義母もまた一緒に住む人が増えてどことなく嬉しそうだった。ところが同居を始めてから数ヶ月経ったある日、思いもよらないことが起きる。義母が病気で倒れて入院することになったのだ。幸い命に別状はなく、ほどなくして退院できた。しかし寝たきり状態が続いており、完治するまでは家でつきっきりの介護が必要とのこと。私も夫も仕事をしていたので、昼はヘルパーを雇い、夜は自分たちでお世話することにした。とはいえ、このような経験がなく、私は一人では不安だったので、夫の協力は必要不可欠だ。しかし、男の俺が介護なんかできるわけねえだろ。千春が面倒見りゃいいじゃん。夫は全く手伝う気がないらしい。さらに寝たきりなのを良いことに、夫は義母の財布から勝手にお金を抜き取ってしまう。それを注意すると、親子だから大丈夫。悪びれる様子もない。さすがにこんなの許されることではないと思い、夫が抜き取った分のお金は私の小遣いから返しておいた。しかし、このままでは夫は同じ過ちを何度も犯してしまう。そこで義母の財布をどこか別の場所に隠しておいた。すると、夫は財布が見つからないと大激怒。今から遊びに行くのに金が必要なんだよ。私の財布から強引にお札を奪っていった。さらに夫の目に余る行動はこれだけではない。実は最近になって彼は外でよその女性と会っているみたいなのだ。私がそう感じるのには理由があり、夫が夜遅く帰宅するときは決まってスーツから甘い香水の匂いがプンプンする。それに夫の携帯の通話口から女の声が聞こえてきたこともある。また私に見られないように携帯をこそこそ操作するようにもなった。
でも私はそんなこともすべて見て見ぬふりをしていたのだ。なぜなら真実をすべて受け入れる勇気がなかったので、このまま何事もなくやり過ごす方が楽だと思ったからだ。そして何よりほっとけばいつか飽きて自分のところに帰ってきてくれるかもしれないとも思っていた。また今は親の経済力に頼り仕事もろくにしない彼だけど、いつかは元に戻って真面目に働いてくれるかもしれない。淡い期待を抱いていたので、こんなだらしない夫だけど離婚せずにいた。そんな折、夫が出張に行くと言って荷物をまとめている。聞けば長期出張で2週間ぐらい帰ってこれないらしい。大きなプロジェクトで仕事に集中したい。向こうで携帯の電源は切っとくから電話してこないでくれよ。しかし、仕事の割には私服が多く、サングラスとパスポートまで用意している。まるでリゾート地に旅行に行くみたいだわ。多少の違和感はあるが、夫の言葉を信じることにした。出張1週間前、夫は出発準備のため慌ただしくしている。ちょっと買い忘れがあるからコンビニ行ってくるわ。鼻歌混じりで出かけていったのである。と、その時、大音量のアラームが鳴った。音の出どころは夫の携帯電話で、どうやら家に置き忘れていたみたいだ。他人の携帯を勝手にいじるのは良くないことだとは思ったが、音がうるさくて我慢ならない。そこでアラームを切るために携帯を操作すると、うっかりロックを開き、LINE 画面を見てしまった。するとそこには、これぞ本当の放置プレイ。信じられない文面が書き記されていた。なんたることか。夫は出張と偽り、不倫相手と海外旅行に行く計画を立てていたのだ。奥さんにバレてない？相手の女性は夫が既婚者であることを知っているらしい。鈍感だから大丈夫。私も馬鹿にされたもんだ。おまけに夫は私のことを身の回りの面倒なことをやらせる家政婦としか思っておらず、愛情なんてものはみじんもないと書き込んでいたのである。私は悲しみと怒りが入り混じり、自然と涙を流していた。しかし、このまま何事もなく済ましたくない。そう思った私は探偵事務所に依頼し、夫について本格的に調べることにした。数日後、調査によると、実母は社長だから自分も将来は社長になれると言いふらし、夫はいろんな女性に手を出していることが発覚。そして今回の旅行もやっぱり出張ではなく不倫旅行だということが分かった。探偵が提示した証拠の前で私はわなわなと震え出し、絶対このまま許すわけにはいかない。もう二度と笑えなくしてやる。夫を奈落の底に突き落とすことに決めた。その手始めとして、私は夫が旅行に行っている間に家を取り壊し、更地にして売りに出しておいた。夫が旅行に出発してから2週間後、帰ってきた夫はびっくりして、私にすごい剣幕で電話してきた。家が跡形もなくなってる。わかるように詳しく説明しろ。私は夫をいなすように対応し、渡したいものもあったので、車で元の家があった場所に出向いた。到着すると、夫がすごい形相でこちらを睨んできたが、私はそんなことには動じずに、これあなたの荷物。今は義母と2人、別の場所で暮らしていることを告げた。すると夫は目を見開いて、あの家は母さん名義で、ゆくゆくは俺が相続するはずだったんだぞ。さては母さんを騙して手に入れた金を独り占めするつもりだな。
すごい勢いで私を責め立ててきた。それにしても騙すとか独り占めするとか、そんな発想しかできないものかと呆れて物が言えない。と、そこへ義母が車から降りてきた。母さん？実は夫は気づいていなかったのだが、辛抱強く介護をした結果、義母の体力は一人で歩けるまで回復していた。あんたが私の財布から金を盗んでいたことも知ってるからね。義母曰く、ベッドに横になっていたものの、彼女は四六時中眠っていたわけではなく、その間夫が幾度となくお金を抜き取っていたことにも気づいていた。しかし体調が悪く、夫を注意することまではできなかったそうだ。また、義母が寝ていると思い込んでいる夫が、大声で不倫相手と電話していたのも義母の耳には届いていたらしい。そうこうしているうちに義母の容体は回復。職場復帰するために仕事で夫の会社との電話のやり取りをしていたら、義母の介護のためと嘘をつき、夫は会社を休んでいることが発覚した。一方、私も同時期に探偵事務所に依頼して、夫の不貞を知ることになる。そこで、私と義母は手を組んで、夫を懲らしめることにしたのだ。それから私は、夫が旅行に出発した日のことを淡々と説明した。あの日、夫がスーツケースを持ち、タクシーに乗り込んだのを窓から確認すると、義母は起き上がり、準備はいい？私は、もちろんです。私たちは引っ越し業者に来てもらい、うちからすべての家財道具を運び出した。その後、家は解体し、土地を更地にして売り出したというわけだ。2週間も海外旅行に行ってくれたおかげで、余裕を持って引っ越しすることができたわ。私は嫌みったらしく声高に言ってやった。ことの顛末を知らされた夫はブルブル震え出し、か細い声で、俺のこと見捨てないでくれよ。どうやら夫は今回の不倫旅行が社内にバレて、電話で左遷を言い渡されたのだという。しかもあろうことか、処遇に不満だった夫は逆ギレして勝手に自主退社。今は無職で金も旅行で使い切ったらしく、ホテルに泊まるお金もないらしい。私も義母も冷たい目をして黙っていると、夫は不安に思ってきたのか。ちなみに、俺のことを社長にしてくれるんだよね。すがるような声で義母に頼み込んできた。しかし、義母はそんな夫を一刀両断。私の会社は実力至上主義。子供だから社長になれるなんて、思い上がりもいい加減にしなさい。義母は夫を突き放す。じゃあせめて俺を会社で雇ってよ。無職で困ってるんだ。夫は今にも泣き出しそうな顔をしている。それでも義母は一歩も引かず、あんたみたいな人材いらない。そして、私の前に二度と現れないで。この家から勘当よ。夫は膝から崩れ落ち、うなだれている。すると、今度は私の方へ近づき、千春はこれからも俺と一緒にいてくれるよな。目を見開いて私を見上げてきた。これまでの私への対応とは打って変わって、夫は藁をもすがる気持ちでいるようだ。けれど私は首を横に振り、これ以上あなたと一緒にいることはできない。私たち離婚しましょう。一枚の離婚届を夫の目の前に差し出した。すると、俺にはお前しかいない。愛してる。正直、愛してるという夫の言葉に一瞬だけ心が揺らいだ。しかし私はもう騙されない。
探偵事務所に依頼して調査で分かったことを頭に思い浮かべた。私を都合の良い家政婦みたいに扱って本当は愛してないことぐらい知ってるんだから。本音を見透かされて焦ったのか、夫はまずいという表情を浮かべた。けれども夫はそれから何度も言い寄ってくる。これまでのことは全部反省するから、ね、頼むよ。この通り、お願いだ。俺を捨てないでくれ。このままではいつまで経っても解決しない。そう思った私は、夫との縁をこの場でバッサリ断ち切るために、夫に最終勧告した。あなたの言うことなんか信じられない。私は絶対あなたと別れてやる。もし離婚してくれないなら裁判で決着つけましょう。裁判という言葉を聞くと観念したのか、夫はしぶしぶ離婚に応じたのだ。後日、無事に離婚成立。証拠も提出し、慰謝料を請求した。これであの男に会わなくて済むかと思うとせいせいする。聞くところによると、夫は女に貢ぐために借金をしていたらしく、今は返済で首が回らないらしい。さらに、不倫相手は金のない夫を見限り、別の男のもとへ行ってしまったそうだ。義母は体調も元通りになり、晴れて職場復帰。現在は社長業に邁進している。それから私は、迷惑をかけた。と義母からまとまったお金を渡された。そこで私はそのお金をもとに新しい部屋を借り、心機一転新生活をスタート。現在は仕事を一番に頑張っている。